ねえねえマリサ。なんだレイム。アクセル・ローズって知ってる？ああ、ガンズ&ローゼズのカリスマ的なボーカリストのことだな。それでは、今日はアクセル・ローズについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。それでは、ゆっくりしていってね。アクセル・ローズってどんな人なの？アメリカのインディアナ州ラファイエットで生まれた伝説的なロックシンガーだぜ。ガンズ&ローゼズのリードボーカルとして知られていて、その独特な声と広い音域で多くのメディアから史上最高のシンガーの一人に選ばれているんだ。へえ、すごい人なのね。でも、どうやってそんな有名になったの？1980年代初頭にロサンゼルスに移住して、ローカルのハードロックシーンで活動してたんだぜ。1985年にガンズ&ローゼズを結成して、デビューアルバムのアペタイト・フォー・デストラクションで大ブレイクしたんだ。このアルバムは世界で3000万枚以上売れて、アメリカで最も売れたデビューアルバムになったんだぜ。そんなに売れたの？その後はどうなったのかしら？1991年に Use Your Illusion 1と2って2枚のアルバムを同時にリリースして、これも大ヒットしたんだ。でも、ツアー中の暴動や楽屋裏でのトラブルなど、いろんな問題も起こしちゃってな。大変だったのね。今はどうしているの？2016年には昔のメンバーのスラッシュとダフ・マッケイガンが戻ってきて、Not in This Lifetime ツアーを開催したんだぜ。それに、同じ年には AC/DC のツアーにもゲストボーカルとして参加したりして、今でも精力的に活動してるんだ。へえ、いろんな活動をしているのね。アクセル・ローズの子供の頃ってどんな感じだったの？1962年にインディアナ州ラファイエットで生まれたんだが、かなり複雑な家庭環境だったんだぜ。家庭内暴力や厳しい宗教的な制約の中で育ったんだ。そんな大変な環境だったのね。でも、どうやって音楽を始めたの？音楽が彼の心の支えになってたんだぜ。教会の聖歌隊で歌ったり、ピアノを習ったりしてたんだ。ジェファーソン高校では合唱団に入って、友達とバンドも組んでたんだぜ。へえ、でも17歳で何か大きな転機があったって聞いたけど、それは何なの？ああ、その年に初めて実の父親の存在を知ったんだぜ。それをきっかけに非行に走って、20回以上も逮捕されちまったんだ。最終的に1982年の12月にロサンゼルスに逃げるように移住したんだぜ。そこで、アクセル・ローズって名前を使い始めたのね。そうだぜ。最初は、AXL ってバンドで活動してて、友達の提案で、アクセル・ローズって名乗るようになったんだ。1986年3月にゲフィンレコードと契約するときに、正式に W アクセル・ローズに改名したんだぜ。波乱万丈な若い頃を送ってきたのね。でも、そういう経験が彼の音楽性にも影響を与えているのかもしれないわね。ロサンゼルスに行ってからのアクセルの活動について教えてくれる？1983年にロサンゼルスに着いてからは、ウェストハリウッドでケビン・ローレンスってギタリストと出会って、ラピッドファイアってバンドで活動し始めたんだぜ。へえ、でもそのバンドはあまり長く続かなかったの？そうだな。その後、幼馴染のイジー・ストラドリンとハリウッド・ローズを結成したんだぜ。ガンズ&ローゼズはどうやって始まったの？1985年3月に元 LA ガンズのトレイジー・ガンズと一緒に結成したんだ。6月までにスラッシュ、イジー、ダフ・マッケイガン、スティーブン・アドラーって最強のメンバーが揃ったんだぜ。ロサンゼルスでの活動はどんな感じだったのかしら？ LA のクラブで精力的にライブ活動を続けて、熱心なファンを増やしていったんだ。1986年3月にはゲフィンレコードと契約して、12月に4曲入りの EP、ライブ、Like a Suicideをリリースしたんだぜ。デビューアルバムはすぐに成功したの？1987年7月にリリースしたアペタイト・フォー・デストラクションは、最初は地味な売れ方だったんだ。でも、精力的なツアーと、スウィート・チャイルド・オブ・マインのヒットで一気にチャート1位まで上り詰めたんだぜ。すごい成功を収めたのね。どのくらい売れたの？このアルバムは世界中で3000万枚以上売れて、アメリカで最も売れたデビューアルバムの記録を打ち立てたんだぜ。まさに伝説的な一枚だったんだ。本当にすごい記録ね。アクセルの才能が認められた瞬間だったのかもしれないわね。
1990年代のガンズ&ローゼズってどんな感じだったの？ 1990 年から新しいアルバムのレコーディングを始めたんだが、ドラマーのスティーブン・アドラーが薬物依存で遅延を招いちまったんだぜ。結局アドラーは解雇されて、マット・ソーラムが加入したんだ。メンバーチェンジがあったのね。でも、アルバムはどうだったの？ 1991 年9月に Use Your Illusion 1と2を同時リリースしたんだぜ。ビルボード200でそれぞれ2位と1位を記録する大ヒットになったんだ。すごい成功を収めたのね。でも、ツアーはどうだったの？ 2 年半にわたる Use Your Illusion ツアーを開催したんだが、アクセルの遅刻や突然の退場で問題が多発したんだぜ。1992年のモントリオールでは暴動が起きて40万ドルもの損害が出ちまったんだ。大変な事態になったのね。その後はどうなったの？ 1993 年7月にブエノスアイレスでツアー最終公演を行って、その後7年半もライブ活動を休止することになったんだぜ。同年11月には、ザ・スパゲッティ・インシデントっていうカバーアルバムを出したけど、前作ほどの成功は収められなかったんだ。バンドにとって転機となる時期だったのね。でも、そういう経験も彼らの歴史の一部なのかもしれないわ。1994年以降のバンドはどうなっちゃったの？ 1994 年6月にギルビー・クラークの契約を更新せずに解雇して、代わりに幼馴染のポール・ヒュージ・トビアスを迎えたんだぜ。でも、これがスラッシュとの関係を悪化させる原因になっちまったんだ。バンドの雰囲気が変わってきちゃったのね。その後はどうなったの？ 1995 年8月にアクセルが法的手続きでバンドを離れて、新しいパートナーシップを結成したんだぜ。バンド名の権利も手に入れたんだ。スラッシュは1993年のバルセロナ公演前にアクセルが権利を要求したって言ってるけど、アクセルはそれを否定してるんだぜ。メンバーがどんどん抜けていったって聞いたけど、本当なの？そうだぜ。1996年10月にスラッシュが脱退して、1997年6月にはマット・ソーラムも解雇されたんだ。同年8月にはダフ・マッケイガンも去って、結局アクセルとディジー・リードだけが残ったんだぜ。アクセルはその後どうしてたのかしら？ロックのハワード・ヒューズって呼ばれるようになって、ほとんど表に出なくなったんだぜ。マリブの自宅で夜な夜な新曲の制作やリハーサルをしてて、チャイニーズデモクラシーの制作に没頭してたんだ。まるで隠遁生活みたいね。でも音楽は作り続けていたのね。2001年からのガンズ&ローゼズの活動について教えてくれる？ 2001 年1月14日にロックインリオ3で10年ぶりのライブを行ったんだぜ。チャイニーズデモクラシーツアーの開始だったんだ。10年ぶりのライブだったのね。でも、ツアーはうまくいかなかったって聞いたけど？そうだな。2002年の MTV ビデオミュージックアワードに出演した後、バンクーバーでのライブにアクセルが現れなくて暴動が起きちまったんだぜ。損害額は約10万ドルにもなったんだ。それで活動休止になっちゃったの？ツアーは中止になって、アクセルはまた表舞台から姿を消したんだ。その間、スラッシュやダフと一緒にゲフィンレコードを訴えたり、グランドセフトオートサンアンドレアスってゲームに参加したりしてたんだぜ。チャイニーズデモクラシーっていうアルバムはいつ出たの？ 2006 年に、今年中に音楽が聴けるって言ってたけど、実際にリリースされたのは2008年11月だったんだぜ。でも、アクセルはプロモーション活動には一切参加しなかったんだ。その後2009年12月からまたツアーを始めて、ロックインリオ4でヘッドライナーを務めたんだぜ。長い時間がかかったアルバムだったのね。ファンは待ちくたびれちゃったかもしれないわね。2012年以降のアクセルの活動はどうだったの？ 2012 年にガンズ&ローゼズのクラシックラインナップとしてロックの殿堂入りを果たしたんだぜ。でも、アクセルは式典には出席しなかったんだ。そうなのね。でも、その後バンドは活動を再開したんでしょ？そうだぜ。ラスベガスで公演を行って、2016年にはスラッシュやダフ、マッケイガンと再結成して、Not in This Lifetime ツアーを始めたんだ。AC/DC のボーカルもやってたって聞いたけど本当なの？ 2016 年4月にブライアン・ジョンソンの代役としてツアーに参加したんだぜ。
でも2020年にジョンソンが復帰して、アクセルはゲストボーカルだったってことが分かったんだ。その後のガンズの活動はどうなったの？ 2020 年以降もツアーを続けて、2021年に、アブサードと、ハードスクールって新曲を出したんだぜ。2023年には、パーハップスと、ザ・ジェネラルもリリースして、ミュージックビデオも公開したんだ。再結成してからも精力的に活動してるのね。ファンとしては嬉しいことだわ。アクセルの生い立ちってどんな感じだったの？インディアナ州ラファイエットで生まれて、かなり複雑な家庭環境で育ったんだぜ。幼い頃に精神科医から双極性障害って診断されたけど、後になってその診断を疑問視するようになったんだ。精神的な問題を抱えていたのね。治療はどうしてたの？精神薬理学には反対的で、代わりに代替医療や過去生活回帰療法を信じてたんだぜ。自分なりの方法で健康管理をしてたってわけだな。恋愛関係はどうだったのかしら？1986年からエリン・エベリーと付き合い始めて、あの有名な、スイートチャイルド・オブ・マインを彼女に捧げたんだぜ。1990年に結婚したけど、翌年には婚姻無効になっちまったんだ。その後、スーパーモデルのステファニー・セイモアと婚約したけど、これもすぐに破局しちまったんだぜ。波乱万丈な恋愛人生だったのね。最近はどんな活動をしてるの？健康面では声帯の損傷や慢性的な痛みに悩まされてるんだぜ。でも、2020年には COVID-19 パンデミックへの対応について Twitter で発言したり、2023年にはリサ・マリー・プレスリーの追悼式で、ノーベンバー・レインを演奏したりと、精力的に活動してるんだ。健康面の問題を抱えながらも、しっかり活動を続けてるのね。すごいわ。アクセルって法的な問題も多かったって聞いたけど、本当なの？そうだぜ。インディアナ州の少年時代から問題児で20回以上も逮捕されてたんだ。1985年にはスラッシュと一緒に未成年者との性的な問題で訴えられたけど、証拠不足で取り下げになったんだぜ。そんなに若い頃から問題を抱えてたのね。その後はどうなったの？1987年にはライブ中に警備員を殴って逮捕されて、1990年には隣人への暴行容疑で捕まっちまったんだ。1992年のリバーポート暴動の時も逮捕されて、有罪判決を受けたんだぜ。暴力的な事件が多いのね。最近はどうなの？1998年に空港で警備員を脅して逮捕されて、2006年にはスウェーデンで警備員を噛んで罰金を払わされたんだぜ。最近じゃ2024年にシーラ・ケネディって人から1989年の性的暴行で訴えられて和解したんだ。でも、アクセルは疑惑を全面否定し続けてるんだぜ。色々と大変な人生を送ってきたのね。でも、そういう経験も彼の音楽に影響を与えてるのかもしれないわ。アクセルって訴訟も色々あったみたいだけど、どんなものがあったの？1992年にリバーポート暴動で観客に暴行を加えたって訴えられて16万ドルの和解金を払うことになったんだぜ。そんなに大金を払わされたのね。他にも訴訟はあったの？1993年に別れたステファニー・セイモアに訴えられて、アクセルも反訴したんだけど、最終的には和解したんだぜ。元妻のエリン・エベリーからも1994年に虐待で訴えられたけど、これも和解で決着したんだ。恋人たちとの関係も複雑だったのね。最近は何かあったの？2010年にアクティビジョンってゲーム会社を訴えたんだぜ。ギターヒーロー3ってゲームでスラッシュの姿を使われたことに怒ったんだけど、訴訟は却下されちまったんだ。それに2023年にはシーラ・ケネディって人から1989年の性的暴行で訴えられたけど、アクセルは否定して和解したんだぜ。色々と大変な訴訟ばかりだったのね。きっと精神的にも辛かったんでしょうね。アクセルって音楽界にどんな影響を与えたの？ガンズ&ローゼズを通じて、すごい影響を与えたんだぜ。特にデビューアルバムの、アペタイト・フォー・デストラクションは、80年代後半のロックシーンを変えちまったんだ。都会の暗い部分や人間の欲望を歌った歌詞は、当時主流だったグラムメタルとは全然違ってて、多くのミュージシャンに影響を与えたんだぜ。そうなのね。他にも何か特徴的なところはあったの？ア
クセルのカリスマ性と音楽性がすごかったんだぜ。特に、ノーベンバーレインみたいなバラードでは、奔放で繊細な表現をして、ロック音楽の新しい可能性を見せたんだ。ライブパフォーマンスもエネルギッシュで、観客を圧倒してたんだぜ。ファッションの面でも影響があったって聞いたけど本当？そうだぜ。アクセルのスタイルは80年代後半から90年代前半のストリートファッションに大きな影響を与えたんだ。バンダナにタイトなジーンズ、革ジャンっていうスタイルは、当時の若者の間で大流行したんだぜ。音楽もファッションも、すごく影響力のある人だったのね。アクセルの人生を振り返ってみて、どう思う？波乱万丈な人生を送ってきたけど、その全てが彼の音楽性を作り上げたんだと思うぜ。独特な声とカリスマ性で、多くのファンの心を掴んで離さなかったんだ。そうね。私も彼の歌声には特別な魅力があると思うわ。最近の活動はどうなの？ガンズの再結成や AC/DC との共演とか、常に新しいことに挑戦し続けてるんだぜ。年齢を重ねても、その情熱は全然衰えてないんだ。彼の音楽は世代を超えて多くの人の心に響き続けてるし、これからもロック界の伝説として語り継がれていくと思うんだぜ。これからの活動も楽しみね。今日はここまでだぜ。マリサ、いろいろと教えてくれてありがとう。いえいえだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。